はーい、広田由紀子です。どうぞお越しください。ここがリビングです。で、築16年になります。で、一戸建てになりまして、2階がリビングで、上にロフトがあります。現在の家族構成はどうなってますか？はい、夫、私、それから20歳になる息子がおりますが、息子はもうすぐ、家を出るので3人から2人になります。このリビングのポイントを教えてください。はい、なんといってももう開放感、眺めが良くて、ここが大のお気に入りです。で、ここから入る、明かりですとか、空間、この斜めになってるんですね、天井が。で、この空間もすごく開放的で、ゆったりしていいなと思っております。はい。物が少なくて開放感もあってすごくゆったりしてるんですけれども、昔からこうだったんですか？いえ、昔はここひどいありさまで、もう物があってまたいで暮らしておりました。段ボールがここにあったり、衣類があったり、カバンがあったり、それこそギチギチあって、そしてこの引き出しもなぜか全部開けっぱなしでっていう中で暮らしておりました。このすごいリビングでした。こちらがキッチンになります。キッチンのポイントを教えてください。はい、キッチンのポイントは使ったらすぐにきれいにお掃除するということを心がけてます。生ゴミとか、キッチンってゴミがいっぱい出ると思うんですけれども、キッチンにはゴミ箱は置いておりません。で、どうするかっていうと、ここにストックがあるんですけど、ここにビニールを出してきまして、これを広げまして、で、ここに生ゴミとか普通のゴミを捨ててます。そしてここで仕事が終わったらキュッと捨てて外にある、ゴミ箱に入れるということをしているので、ここはその都度きれいっていうのをなるべく心がけています。昔はこの床にキャベツとかそうなんです。なぜかというと野菜室がもういっぱいで入らなかったので、その常温でいいような例えばキャベツとか大根とかをもうその辺に転がしたというかあって、でマットももちろん長いマットを引いていたので、ひどい時にはちょっと鍋みたいなのも大きな鍋も圧力鍋とかもあったんですけど、それもしまうところがなくてここに出してたりとか、要はここにいろんなものがあって、その間でこういう感じ、しかもここにも物がいっぱいあったから、ここのスペースぐらいで調理をするような感じでした。買ってきたものを置く場所がない、そもそもここもいっぱいだし、どこに入れていいか分かんないので、もう出しっぱなし。もちろん冷蔵品とか冷凍品は入れますけど、それ以外はもう食器も食料品も出てる、野菜も出てるみたいなちょっとひどいキッチンでしたね。こちらは、鍋になってます。うち3人家族なんですけども、お鍋はフライパンとこのサイズの鍋ですね、手付きの鍋と、あとそちらに土鍋というか、この鍋で、だから4つの鍋でやってます。はい。20年ぐらい使ってるんですけど、はい、まだ現役ですね。すごいなと思います。そしたら隣の食器棚を見せてください。はい。はい。この食器棚はですね、実は結婚当初からはい、使ってまして、もう20年ぐらいなんですが、ちょっとこのブルーがやっぱり好きだなっていうことに気づいてですね。上はこれ私の実家から持ってきた多分お椀なんですけど、これ普通にお客さんが見えて使うし、たまにですけど私もちょっと使ったり、もう家族も使ったりもしますが、ちょっとディスプレイ的に置いています。で、グラス類はこんな感じですね。息子と私と夫とこの3つの食器ですね。ご飯茶碗と普通の、お椀ですねがあって、メインのこういう、これは地元のね町田の食器なんですね。よく見たら私青いストラップが好きみたいで、これもそうなんですけれども、好きなものが集まっちゃうなっていう感じで、はい、こんな感じです。はい、こちらの引き出しです。こちらはですね、こっちからお弁当なんかを置いた時にアルミのねカップとか、これは人参なんかよくお鍋の時のも花柄に切ったりするので、こういうなんていうね、型抜きとか、あと楊枝ですね、それからはかりとか、綿棒とか、あと砥石とか、ちょっと脇役でもないけれども、そうか、たこ焼きのね、はい、たこ焼きパーティーする時のはいとか入ってます。
その下も見せてください。はい、はい、こちらじゃあ、はい、一番下になります。ここは食料品、うちの家族ラーメン大好きなので、あとご飯なんかもねあったりして、入ってます。その緑色のファイルは何ですか？はい、これが、はい、もうよくぞ聞いてくださいました。これがですね、大事な、まずこれが何ですか、カレンダーですね。ゴミカレンダー。これがもうないとね、何をしてるんだっけっていうところがわからないのと、あとこれですね。なんといってもこれが私のバイブル町田市のゴミ出し方ガイドです。で、もちろんスマホにもアプリがあって、何を捨てればいい、どうやってね、何の日に捨てればいいって言われて、これはもうあいうえお順にもう全部、これは何ゴミだよ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、捨て方まで細かく書いてあるので、これが早いなと思って私は愛用してます。一家に一冊あったらいいと思います。はい、おすすめです。はい、ここが洗面所です。ここで、お洗濯のものですとか、それからタオルはこういう感じでストックしております。で、ここで洗濯をして乾いたらここで、ここから使ってっていう風にしております。我が家花粉症の夫がおりますので、ティッシュですね。こういう風にここにいつも、はい、ティッシュが入っております。はい。で、ここで、洗濯をするんですけど、洗剤がどこにあるかと言いますと、この下になってます。こんな感じになってます。で、液体洗剤ですとか柔軟剤とか、ここにあって、ここから使っています。で、前はここになんていうんですかね、パイプをよけて、稼働できる棚があったんです。本当最近まで使っていて、もう景色になっていたんですけども、結局その棚があることで棚を掃除しなきゃいけない、結構な埃だったんですね。棚を掃除しなきゃいけない。それから棚が無駄にあることで何が入るんじゃないかって、どんどん物が押し込まれて、で奥のものは全然取れないっていうことに気がついたんですよね。分解して自分で組み立てたんですけども、それを分解して捨ててみたら、これでいけるじゃんっていうことに気がついてですね、柔軟剤とかね、そういうおしゃれ着用の洗剤とか、洗濯物は全部洗濯用の洗剤はこうになっていて、でちょっとヘアケア用、これはもう部屋ね、夫が使ってたりするんですけども、あとちょっとお掃除道具のブラシなんかもここにあることで、全体見渡せる。でちょっと汚れたら拭けばいいですし、ここもなかなか気に入ってます。ではここが寝室になります。もう寝るだけの部屋というふうになって、たまにオンラインでしたりするんですけど、ここ実は物がいっぱいあったんです。段ボールとかバッグとか床にもいっぱいあったんですよね。どんどん物が減っていったんです。で、手芸用品もここにあったものがなくなったら、すごくよく眠れるようになって、その物のノイズみたいのから解放されて、で、物ってやっぱりこのエネルギーとノイズワードを発してるんだなっていうのをすごく実感した部屋です。なので寝室は特に何もない方が眠れるなっていうことを実感しております。こちらが寝室にあるクローゼットです。ここは主に私の洋服全部と、夫がたまに着るスーツですねが入ってます。とお着物も少し入っています。そうですね、私はこのハンガーにある分だけの量というふうに洋服の量は決めています。で、お買い物、洋服買う前に捨てるっていうこともあるんですけど、それよりもその断捨離をしていって、これだけ空いた、じゃあこの分だけ買いに行けるわっていうことで洋服を買いに行くことがとても多いです。で、洋服に関して言えば、私洋服買うのすごく不得意で、お洋服屋さんに行くのがすごく苦手で、もう店員さんにこれくださいっていうのが言えない人で、もう本当に値段を見てデザイン見ていいと思ったら試着もしないでバッとくださいって言って買うような、そんな買い方だったんですね。なので家に帰って着てみると全然合ってないわとか、イメージが違うわってことですごく失敗をしてきました。で、それがすごく嫌でコンプレックスだったんですけれども、断捨離をしていったら自己肯定感っていうのも上がってきて、私が着るんだから私が試着させてほしいと思ってすいませんこれ着せてくださいって言って試着室に堂々と入ってできて、
ダメだと思ったらすいませんごめんなさいってこう笑顔で返すっていうことができるようになったので、今試着室に入るの楽しいんですよね。でその爽やかに断れるというかそれだから失敗がなくなって、気に入ったものも買えるようになったし、買い物自体も楽しくなったので試着室の関係がすごく変わりましたね。はい、なのでお洋服はだからそんな風にして買っています。はい、こちらがトイレになります。私の断捨離のスタートの一つとも言っていいんですけど、トイレブラシを捨てたことが大きな断捨離のスタートのきっかけでもあります。で、私トイレブラシの本当にモヤモヤしてて、どうやったら綺麗に保てるんだろうかということをずっと考えていたんですけど、で周りの人に聞いてもやっぱりみんなモヤモヤしていて、その時に山下秀子さんが手でお掃除をするということを衝撃的に聞いて、じゃあ私もやってみようということでブラシを捨てたんですね。そしたらお掃除がとても楽になって、今のこのクエン酸スプレーで用を足したらこのペーパーで拭くということをやったら、ブラシいらないじゃんっていうことに気がついてですね、こまめにお掃除することの大切さを実感してます。なのでおトイレとの関係もかなり変わりました。断捨離に出会う前のゆきこさんについて教えてください。はい、断捨離に出会う前はとにかく、無頓着、私はずっと片付けられない女として生きてきたので、親にも言われ、自分でもそうだなと思って生きてきたので、もう片付けなんてできない、最初から私は無理だと思って生きてきたので、買ってきたものもその辺にほっぽりっぱなし、そうですね、引き出しも開けっぱなしだったり、何しろやりっぱなし、片付けなんか私はできないんだからっていうちょっと諦めモードで生きてきました。断捨離に出会う前のゆきこさんは保育士さんとして働いてお忙しかったと聞いたんですか？はい、保育園っていうことは私も分かってなくって、こんなに忙しいんだって勤め出して気づいたんですよね。でよそのお子さんを預かるわけだし、神経も使うし体力も使う、また親御さんたちにもね対応もあったりして、これは大変だと思いながら、でも根が真面目なものですからもう完璧にやろうと思って突っ走った7年くらいでした。はい、死にたいって思うこともあったとお聞きしたんですけれども。はい、それは私は子供が大好きで、しかも私乳幼児クラスで赤ちゃんを毎日接しててすごく楽しかったんですけれども、やがて私にキャパオーバーなものをちょっと頼まれるようになってですね、ちょっとそれ無理じゃないかなと思っても、根が真面目なのでやります、園長先生やりますって言って受けちゃうわけですよ。そうすると仕事でアップアップ、帰ってきたら家も物でアップアップなのに、もうどんどん頑張ろうってエンジン全開なものですから、ついにメンタルがやられてしまって、ある日突然味覚がなくなったんですね。味がわからなくなってしまって、そして、ノイズ、毎日も耳鳴りがするし、頭痛はするし、お腹は下るし、もうあらゆる不調が襲われたんですよね。でも私はまだまだ頑張るとまだ思ってるから、もう電池が切れた感じになって、ある時もうこれ以上は働いちゃダメってストップがかかって、はい、適応障害という病気になりました。断捨離を始めようと思ったきっかけを教えてください。はい、でその適応障害と診断を受けてメンタルクリニックに通って、先生にお話をしているうちにですね、なぜかあるものが私の中で、あれを捨てないと私死ぬなとどこかで思ってですね、あれを捨てたい、でもどうしたらいいんだろう、でもこのままだったら絶対に私の命が終わってしまうとなって、でもここで小さい子供もいるのにね、死ぬわけにはいかないと何かが思って、鉄道模型っていう一つの私のテーマになるものがあるんですけど、それを捨てたら家中のものが本当にゴミだ、みんなうちにあるものゴミに見えてしまって、物には思いが乗るという、これだったんだっていうことが分かって、どんどん捨て出したんですよね。そしたらもうみるみるなんか元気になってしまって、捨てたら元気になるんだって、だんだん私も表情ができてきて、笑えるようになってきて、物が多いから私あんなに疲れてたんだっていうふうに思ってですね、もうどんどん捨てていったら家が片付いて空間はできる、で私も元気になる、でいいサイクルができてきて、心療内科の先生にね、断捨離をしたら元気になります、こういうことかっていうのをね実感しました。なんで捨てると元気になるんですか？
でまず捨てられたっていう自分への自信があって、その鉄道模型で言うならば、父が亡くなってから私が作ったんですけれども、物として私のまず興味というか、私が買ったものじゃないから、でも父が買ったものだから一生懸命完成させようってまず思いが入って、捨てづらかった、捨てられなかった。で捨てちゃいけないと思って8年間ほったらかしにして、でもすごい苦しかったんですよね。でそれを捨てたら、捨てられたっていう自分にまず自信が、敵ではないんだけども敵に勝ったような気持ちになって、じゃあこれがいけるんだったらあれも捨てられるよねっていうことで、どんどん自分の関係が終わったものがどんどんさよならできるようになっていったら、自信がどんどんついてきて、私のうちにあるもので私が敵をたくさん揃えてたんだなっていうことに気がついて、だから元気になったんじゃないかなって今思いますね。自分を癒す家じゃなくて責める家になってた。そうですそうですそうです。捨てられないで、そういうものばっかりだった。断捨離をして一番変わったなって思うことって何ですか？変わったことはこの笑顔が取り戻したことですかね。もともと私、お笑いも好きだし笑うことも好きだったんですけど、だんだんやらなきゃとか頑張らなきゃで本当に無表情になってしまって、診断された時は本当にもう能面、多分ね最近笑ってないですって同僚に言われて気づいたんですけど、表情がなかったですよ。で自分でもそれは言われて気がついたんですけど、今はなんかこう、なんかニヤニヤしてるというか笑ってるというか、そういう風になってるのは楽しいなって本当に思うことが多くてですね。いろいろありますよ。いろいろなことがあるけれども、でもそれをひっくるめてベース楽しいなになっているので、ありがたいと思っておりますね。はい。実際トレーナーになってみてどんな変化がありましたか？もうそれはもうね、こうやっていろんな方と知り合いになれて、しかも、断捨離という一つのキーワードで日本全国の方とね、知り合いになれてるっていうことですよね。で思いもかけないところで連れて行ってもらったり、こうやってねいろんな方が我が家に来てくださったりとか、その人とのつながりが格段にもう本当段違いに変わったっていうことが大きいですね。断捨離トレーナーになって、はい感じたこと、お仕事としての断捨離トレーナーということで考えると、どういうふうに捉えていますか？これだけ多くの方が片付けたいと思っていて、そしてこのままじゃいけないと思っていて、で断捨離に興味がある方もいるんだ。でそれがどういう形でね出るかわからないんだけど、その興味と関心と願望みたいなのは皆さんもう持ってらっしゃる方が多いんだなっていうことに気づかされますね。まずいろいろなね講座を持ったりカルチャーとかいっぱいあるんですけど、やっぱりお家に伺って断捨離直接サポートするっていうのが大きな仕事にはなるんですけども、見ず知らずのトレーナーとはいえ見ず知らずの人を家に招くっていうのはとってもハードルが高いことだと思うんですけど、そこをでも呼んでくれるっていうことは本当に勇気がいることだろうな、呼んでくださったっていうことにまずとても嬉しいですし、その断捨離っていうその綱をねこう握ってくださったんなら、それをもう離さないでくださいっていう気持ちで言っているんですね。何を捨てられるんですかみたいにこう身構えちゃったり、綺麗になったら読みますとか言われたり、本当は楽しいし一緒に元気になりましょうっていう気持ちで来てるんですよっていうことを伝えるようには、意識してますね。もし断捨離トレーナーになってなかったらどうですか？多分ねある程度は片付けたりはすると思うんですけど、もう中途半端にねなってて、そしていいやもうこんなもんでってなって、で根が真面目だしこうじゃなきゃいけないの人なので、母親としては娘としては社会人としてはこれやらなきゃいけないってがんじがらめになって、もう自分の首を絞めてすごい苦しい人生になってたんじゃないかなって思います。これから断捨離トレーナーになろうと思う人に向けてメッセージをお願いします。はい、断捨離トレーナーっていうのは断捨離をお伝えする立場ではあるんだけども、同時に自分も断捨離ができるっていうすごくいいところというか、その連動していくんですよね。で自分が断捨離をしていって、こういうことかってその気づきを誰かにお伝えして、またそこでいい反応があるって、本当にエネルギーの交換というか、そういう立場だと私は思っているんですね。なので一緒にやっていきましょうっていう、それってすごくありがたいですよね。死ぬまでこう
私も成長していけるし、その関わった方も一緒に成長するお手伝いができるっていうことで、こんないい仕事はないんじゃないかなっていう本当に思ってます。